おい、またイーグルかい。いつからイーグル同好会に入ったんだ。たまたまネタが被ったんです。先日のイーグルがアンケート1位になる前に買ってしまったんです。今回は、イーグルを、このタミヤモデリングブラシベーシックセットで作りたいと思います。熊の筆に依存せず、どこまでやれるかってことだな。あと、日頃使っている道具も、廉価に済ませないか試すということで、100均で揃えてみました。中には模型専用だと高いものもあるもんな。キットの中身ですが、72分の1スケールということもあって、それほど、複雑なものではありません。確かにパーツ数も少ないな。早速ニッパーの出番ですが、切れないという問題が発生です。特に刃先は、切れにくいみたいだな。元の方は切れるんですが、ここで切るとパーツと干渉して、壊してしまいかねないので、困りものです。機体のパーツを切り出してみましたが、この通り、ゲートがかなり残ります。カッターナイフとヤスリがけで綺麗に仕上げるほかないな。その通りですね。100均のニッパーは考えものです。これでプラモ作りを始めたら、嫌気がさしてしまいそうだな。もう少しお金を出して、良いものを購入した方が良さそうです。さて、ゲートの方を処理していきましょう。大きいものはカッターナイフで切り落として、スティック状のサンドペーパーで仕上げだな。共に100均のツールですけど、こっちは、今のところ申し分ないですね。カッターは、まだ出番があるので、評価を置いておくとして、このヤスリの方は、問題ない性能です。まあ、100均で購入しようが、あまりコストダウンにはならないけどな。ゲート処理が完了しました。ヤスリの活躍もあって、なかなか綺麗に仕上がったな。一時はどうなるかと思いましたが、良かったです。それでは、コックピットの部品塗装です。小さい平筆の出番だな。この筆の使い勝手は、どうかな。これも申し分ないですよ。毛も十分に柔らかいですし、たっぷり塗料を含んでくれます。ただ、一つだけ問題があるとすると、耐久性でしょうか。普通に使っていても毛が乱れて、戻らなくなるものが出てきます。そこら辺は注意が必要だな。この小さい方の平筆は、主力として使うものとしても申し分ないです。傷んだら即買い替えで問題ないもんな。細かな塗り分けとデカール貼りを行って、コックピット内部の部品の完成です。早速組み立てて、胴体のパーツで挟み込んでやりましょう。クランプはいつものやつだな。100均の洗濯バサミも試したのですが、ちょっと荷が重かったです。主力のパーツにパイロン取り付け用の穴を開けます。100均の値打ちじゃ厳しいようだね。今回は、なんとかなりそうですが、精密に穴を開けようと思ったらピンバイスじゃないとダメですね。それでは、主翼の上下のパーツを貼り合わせて、本体に差し込んでやりましょう。どうでもいいけどエアインテークのところ、激しいパテ埋めだな。ここは、かなり削り替えがありそうです。スティックやすりであらかた削った後で、耐水ペーパーで仕上げしておきましょう。こいつも100均の商品だな。はい、こんな感じで6枚セットのものです。と入っても、耐水ペーパーの単価も100均とそう変わらないな。そうかもしれません。組み立ての仕上げです。機種に重りを詰め込んで固定しましょう。重りの重量が不足していると、自立しなくなるから注意だな。それでは、塗装を開始したいと思います。塗装図を見ながら塗装を進めます。タミヤのベーシック筆は、熊の筆より太いから、細かな塗り分けが課題だね。ダークグレー、ライトグレー、双方でバランスをとって、塗り分けないといけないですね。ライトグレー側の塗装です。こっちは、まだ塗られていない部分を、塗りつぶしていくだけだな。こういった部分の容量は、熊の筆での塗装と変わらないですね。機体背面の塗装です。背面は、ライトグレー一色だな。こういった広い面は、熊の筆より、タミヤ筆の方が得意かもしれません。1回目の塗装の結果です。パッと見た感は、熊の筆と変わらない印象だな。ただ、細かい凹凸に対応できていない部分があります。塗り重ねる過程でカバーだな。さあ、早速2回目の塗装を開始しましょう。2回目の注意点も熊のと同じだな。
とにかく前の塗面を壊さないよう、優しくタッチすることを心がけないといけないですね。迷彩のパターンをはみ出さず、かつ、前の塗面も壊さないのは骨が折れるね。そういう観点では、熊野筆の方が、器用に塗れるんですよね。まあ、2回目の塗装の結果だな。そんなに進展しているように見えないですね。いつも2回目は、こんなもんだろう。はい、それもそうですね。それでは、3回目の塗装です。まだ、3回目では蹴りがつきそうにないな。この回で大方のムラは消していきたいんですけどね。タミヤの筆は、塗料を含む量は申し分ないから、良い状態に持っていけると思うんだけどな。ところで、迷彩の柄については、どうかな。筆が大きめだからといって、そんなに違和感のある状態ではないと思います。こうなってくると、熊の筆がない場合は、このタミヤの筆で代用でもなんとかなるかもな。そうかもしれませんね。さあ、どうでしょうか。ライトグレーは、問題ないレベルになったかな。やっぱりダークグレーの方が、課題として残りましたね。それでは、4回目の塗装です。4回で蹴りがつけられれば、熊のより少ない回数だな。あっちは期待が大きかったですからね。タミヤ筆で後気になるのは、どういう点だろう。若干抜け毛が気になる点ですかね。頻繁に買い替えることになりそうだな。まあ、品切れの心配も低いので問題ないですね。4回目の結果です。ほんの少し気になるポイントはあるが、大きな問題はなさそうだな。左の主翼のダークグレーに、ちょっとムラを感じますので、少し押さえておきましょう。あとは、垂直尾翼と水平尾翼を、本体と同じ要領で塗装するのと、エンジン周りをシルバーで塗装しましょう。こっちは、小さい方の平筆かい。大きい方だとかえって表面を引っかきかねないと思って、こちらを選択しています。とにかく、これで機体の塗装は一段落だな。はい、その通りです。この大きな平筆は、特に問題なしだな。実用に十分に耐えてくれる良い筆と言えますね。さて、次は、デカールを処置していきましょう。デカールの切り抜きに使ってるカッターが、100均のものだな。切れ味の方は問題なさそうです。最悪、刃は良いものに取り替えれば良いしな。刃と絵に少し遊びがあるのが、ちょっと気になるくらいですね。デカールの貼り付けに使うピンセットも、100均のものですね。使い勝手は、握り込むのに力が少し必要な点以外は、ほぼほぼ問題なしですね。しかし、本当に繊細な仕事を、ストレスなく仕上げるためには、もう少しお金を出して良いものを揃えた方がいいかもしれません。ジェット戦闘機だとデカールが多いからな。貼り付け作業が数時間に及ぶこともありますからね。疲労軽減の意味では重要かもな。お次は、墨入れです。タミヤの墨入れ塗料だな。この作業は、特に100均ツールは関係していないな。はい、いつも通りの工程です。次のウェザリングは、タミヤの面相筆の出番だ。この作業は、もともと精密性はあんまり要求されないです。いつもは、ボロボロに使い古した筆でやってるくらいだからな。あとは、綿棒で余分な塗料を落として、程よく調整すれば完了です。それじゃあ、尾翼を取り付けておこうか。まずは垂直尾翼ですね。そして、水平尾翼です。これで機体の製作は、完了か。細かい部品の塗装にかかりましょう。ドロップタンクのような大きい部品は、機体同様、大きな筆で塗装です。ある程度の大きさなら、この筆でほとんど処理できるな。ただし、丁寧に抑えようと思うと、小さな平筆を利用した方が良さそうです。ある意味当たり前だな。しかし、面相筆の出番があまりないよな。大丈夫です。次がその出番ですから。タイヤの塗装だな。ホイールに色がつかないよう、ギリギリを狙わないといけないが、どうだい？やっぱり、精度が今一つです。ギアのシルバー部分を塗るのも一苦労です。きっちりと塗るんならマスキングしないと無理そうだな。マスキングできないところもあるんで、面相筆は、良いものを取り揃えた方が良さそうです。と言っておきながら、マスキングなしでキャノピーの塗装か。いえ、これは、まだ精度を求められていないところです。本番は、こっちのカッパーです。なるほど、
この色はガラス部分との境界に当たるからな。各種部品の塗装が完了しました。72分の1スケールなだけあって、少量だな。いつもと違うツールでしたから、緊張感はありましたけどね。それなりにうまくできたので、安心しました。それでは、組み付けを行いましょう。まずは、ギアの取り付けだね。それから、ノズルです。ここら辺は、難易度控えめだな。もう一度仮面に戻って、ミサイルです。だんだんとかさばってきたな。ギアカバーは、鬼門です。のりしろが小さいからな。さらにドロップタンクなどを取り付けたら、キャノピーを組み付けて、全工程完了です。完成したイーグルを紹介する前に、ツールのおさらいです。まず、平筆台です。これは、問題ないな。細かな仕事に向かないということもあるけど、熊の筆の代用になるかもな。そして、平筆章についても申し分のない性能です。いつも小さな部品を塗るのに、面相筆や丸筆を使ってるけど、こっちに切り替えてもいいかもな。3本目の面相筆は、ちょっと微妙だな。これは、精度の面で問題がありますね。少し根は張りますが、それなりのものを揃えた方が無難です。100均ツールの方です。まずは、ニッパーですが、これはダメです。これを使ったらプラモ作りがきっと嫌いになってしまいます。まともに切れやしないからな。目打ちもちょっとまずいです。穴は開くんですが、とんでもない力が必要です。キットが壊れかねないよな。カッターナイフは、9大点ですが、精度の高い作業を長時間続けるのであれば、もう少し良いものを使った方が良いかもしれないです。ピンセットの評価もカッターナイフとほぼ同じだな。最後にヤスリ類ですが、これは、なかなか良いです。模型専用のものと併用しながら、適材適所で利用しても良い品だと思います。廉価ツールを積極利用して作った F15D イーグルです。やってみるもんだな。キットの曲面とか明細にも、なんとか適用できたからな。タミヤのベーシック筆が、ここまで使えることが分かったのは収穫です。明細については、こんな感じになってます。少しぎこちない部分はあるな。スケールが小さいのもありますが、やはり、細かい仕事は、熊の筆の方に軍配が上がります。そこまで求めるのは、コクというものか。そこまで求めるなら別のツールが必要ですね。そのうち紙筆産毛を試してみたいと思ってます。今回、キャノピーは、マスキングを使って塗装しましたが、これからは、面倒くさがらずにマスキングした方がいいかなと、ちょっと思ってしまいました。手間を惜しまずちゃんとやることだな。機体仮面については、小さいスケールの方が難易度が高いです。ギアカバーとかが込み入って、接着作業が難しくなるからな。しかし、イーグルは、72分の1スケールでもかっこよいですね。キット自体も1000円前後で買えるから、プラモを始めるには、ちょうど良いかもしれないな。ただ、安いためか組みにくいところもありますけどね。まあ、それも良い経験かもしれないな。72分の1スケールイーグルの作成いかがでしたでしょうか。これからも、色々なツールや塗料を試していきたいと思っています。特に重要なのは、筆だよな。塗料についても色々とありますからね。やることは、まさに盛りだくさんです。それでは、長い時間のご視聴ありがとうございました。また、いつもコメント、高評価いただきありがとうございます。次回も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。